心の中にいろんな自分がいる気がする。そんな風に感じたことありますか？やる気な私、投げやりな私、頑張りたいのにどこかでブレーキをかける私。今日はそんな内なる声に優しく耳を傾けてみるパーツ人格という考え方と、ネドジョンさんご本人が内なる自分を癒した体験をご紹介します。パーツ人格とは、私たちの心は一つではなく、いくつもの人格的な側面、つまりパーツでできていると考えます。例えば、完璧主義で心配性、日常をコントロールしようとする人格、過食やスマホ依存など感情を回避する人格、悲しみ、恐れなど過去の傷ついた感情を抱える人格、そしてすべてのパーツを見守る穏やかな存在、本来の自分が心の中に存在しています。例えば、やらなきゃと思っているのにスマホを開いてしまう。怒っちゃダメと思っていてもつい爆発してしまう。これ実はやらせたいパーツと止めたいパーツが心の中で衝突しているサインなんです。どちらもあなたを守ろうとしている。でも対立してしまって苦しくなってしまうのです。ここからネドジョンさんが内なるパーツ人格と統合し、自ら癒してきた体験をご紹介します。商売を営む家に生まれたため、幼少の頃、親はすぐそばにいるのに、呼ぶことさえ許されない環境で過ごしました。そのせいで、親の存在を感じながらも声が届かないという状況が続き、様々な心のブロックができ、本来なら自然に泣くはずの赤ちゃんが無理に泣くのを我慢するようになった。体の中にはいろんなブロックがある。おそらく今もまだ残っているでしょう。その歪んだ形のまま進んでいった結果、大人になる頃に一度リセットするかのように、パニック障害やうつ状態になり、セラピストのところへ通うようになったんです。そのセラピーで内的対話をしていた時に、ある過去のシーンを思い出したんです。小学校高学年の頃、隣の席の女の子が桃色水晶を持ってきて、休み時間に友達に見せていました。私は心のままにキャーッと喜べない。そういう意味では歪んだ子供だったので、硬直してチラチラ見ながらも知らんぷりという複雑な態度をとっていました。その子が言うには、家族で山に行った際に拾った透明で綺麗な桃色水晶だということでした。なぜかわからないけど、この小学校時代の記憶はとても鮮明に残ってたんです。時間が止まったように感じ、その時隣の席で話を聞いている私がまだ内側に明確にいたんです。大人になった私の中に。そしてどうしてなんでこんなことをこんなに思い出すのって聞いたら、その子が泣きながらね、欲しかったって言うんです。そんな風に感じたことがあまりない、物欲のない子供で、親が買ってくれる本を読んでたら、もう何時間でもその本を読んで過ごせるような子供だったんです。そんな子が欲しかったって言うんですよ。そのことに大人の私はとっても衝撃を受けました。その子は実際には硬直して、そんな表現は何もできず固まって、自分のその気持ちを切り離したんですね。すごく羨ましくて欲しくて、あの強い衝動が体の中にあったんだと思うんです。
それでこの二人の人格に分かれて、本当に欲しかったという本心を持った子供の私と、欲しかったから切り離された硬直した私、この両方が自分の中にいるって気づいたんです。とても明確に自分で見えたんです。私の内側にいる、二人いる、そのことにすごく衝撃を受けました。これ、ほっとけないなって思ったんです。そして私はすぐに内なる子が欲しがっていたものを買ってあげようと思って、すぐお財布を持ってお店に走っていきました。そして桃色水晶を1個買って走って帰ってきて、それでこの内的世界の小学生の私に外的世界の私が買ってきたよって、これはきっとあの子が持っていたやつよりももっと大きい、そんなに透明じゃないけれどももっと大きい桃色水晶をほら買ってきたよって話しかけました。私が今大人になったあなただから、言ってくれたらあなたのやりたいことは私が全部やるからね。それを証明したくて、今走ってこれを買ってきたよって、そんな風に話しかけて、泣きながら対話しました。本当なんだっていうことを証明したかったんです。うんって聞くだけじゃなくて、現物を本当に手に取って、ほらって言って、綺麗だよって言って、一緒に見たかったんです。体の内側のこと、二人で涙を流すようなビジョンを見ていました。この内的世界の小学校の時に時間が止まっていた私が、ここで言うパーツ人格と呼ばれるもんなんだと思います。このパーツ人格の私と今の私が和解したんです。その後も内的な対話を続けて少しずつですが、あの公園に行きたいとか、その遊園地に行きたいとか言ってくるようになりました。そこに出かけて楽しいねってこの内なる子供に話しかけるというようなことをずっとやってきました。そうすることでだんだんとその赤ちゃんの時言えなかった、泣くことができなかった自分の望みを口にできない、または望みすらも感じることのできないという段階からだんだんと和解していくっていうような感じになり、自分の中が統合されていくような、自分にもやりたいことが出てきたり、これ好きだな、子供の頃から好きだったんだなっていうことがいろいろと浮かんでくるようになってきました。そうした中でだんだんと体の不調とか心の不調が長い年月をかけてゆっくりと取り戻していったように思っています。赤ちゃんの頃からずっと自分の中がバラバラになってきながらも、それを統合してきた。いろんな自分と内側で和解してきたという過程をたどってきました。だからその全部が今の私を作ってくれていて、このパーツ人格たちは今も全部私の中で協力者という感じで応援してくれていて、私が外の世界で感じていることをみんな内側で一緒に感じてくれているような、そういうたくさんの私っていうイメージです。そしてそのたくさんの私の中で私は外側にいて、任せて、何でも言ってね、
あなたたちの感じていることを今私が全部やってあげるよっていうお母さんという役割をやってるような感じなんです。私の中で子供と親みたいな感じでやってきました。このように自分の内側のいろんな時間帯のところで止まっている子供の私というパーツ人格を見つけて、その子に、そうだったよね、辛かったよね、いじめられて寂しかったよね、もっとお父さんお母さんに話聞いてほしかったよね、と語りかけて、その子のやりたいことを聞き出す、言ってもらう、何でも言ってね、と言ってもらうところから始めたんです。私の中にはとても悲観的な私もいます。怒りん坊の私もいて、もうダメだってすぐ諦めがちな私もいます。そして何でもかんでもやりたいってライトな感じでやりたがるような私もいます。いやもう何もかも無理って言ってしゃがみ込んでいるような私もいます。今でもいろんな人格がいます。その人格たちの中で真ん中にスポットライトが当たっているようなところに誰がいるかで私の中で感じることが変わる。だから普段は全然平気なのに今の私で言うとすごく自分がやりたいこと、これは最高だ、やりたいって思っていたことを誰かから反対された時に突然やけくそになったり諦めようとしたり言葉が出てこなくなるようなパーツ人格がそのスポットライトにぴょんって飛び出てくるような感じです。それで自分の中からは普段感じないようなちょっと過激な感情を感じたり、体がブルブル震えたり、体温が上がったり下がったり、いろんなことが起きるんですね。ところが私たち自身はここに外側に唯一無二の私、普通私って一人でやってる風に思われてますよね。社会的なこの外側に唯一無二の私という存在があって、その私が怒ったり笑ったり泣いたり落ち込んだり、忙しいねといった感じに見られてしまう。この外側の世界担当の気づき、内側においては気づき担当の機能意識という存在が、昨日は元気で、あれもやろう、これもやろうって思ってたのに、今日は突然、なんかもうダメだってやけくそになってしまって、このように内側の様々なパーツ人格が発しているいろんな感覚を、外側の一人格の私が全部私のせい、私が悪いってなってしまう。そういうのがこの人生の中で生きている苦しさになっているのではないでしょうか。こんな自分をどうしても責めたりしますよね。なんで昨日あんなにやる気あったのに今日はやる気ないの？本当に根性ないなって責めてしまう。そういう自己嫌悪が生まれるのは、実はこの内側にはたくさんの人格がいて、それらが急に真ん中に出てくるからなんです。それをこの本当の唯一無二の外側にいる私がやっているのではない。内側の様々な人格と対話することで和解していき、そのあまりにも辛かったり落ち込んだりすることから少しずつ出していくことができるんだと思います。今回は自分の中の子供の頃からの様々な記憶、いじめられた記憶や事故に遭ったり、暴力を受けたり、悪口を言われたり、子供グループからはみ出ちゃったり、いろんな生育期の中で起きていた事柄を、今もしかしたら時間が止まって自分の中に何かを悲しんでいる子や残念がっている子がいるかもしれない。その子に向かって、体の内側に向かって、何か言いたいことない？
今やってほしいことがあったら、お父さんお母さんやってくれなかったけど、今私余裕あるから何でもやってあげるよ。何か買いに行こうか。楽しいところにも行こうか。っていう感じで呼びかけてあげる。そしてやりたいことがあったら言ってねと話しかけていく。その内側の子供がどんなことを言ってきても、そうか、そうだったねって受け止めてあげて、その子と対話をしてみてください。少しずつ自分の内側の固まったような子供の記憶が癒され、いつの間にか苦しみが和らいでいることでしょう。